のささやきの朗読やこの地域には名前を呼ばれてはいけない神がいる。祠はあるが神名は残っていない。石に刻まれていた文字は削れたのではなく、削った跡だけが残っている。昔からこの神は願いを聞きすぎる、そう恐れられてきた。願えば必ず叶う。しかも人の想像より早く正確に。だからこそ村では教えられてきた。この神にだけは具体的な願いをしてはいけないと。始まりはささやかな願いだったと伝えられている。日照りが続いた年、雨を願った者がいた。翌日、雨は降った。畑は潤い、作物は育った。同時に村の古い道が一本使われなくなった。崩れたわけではない。ただ、誰もそこを通らなくなったんだ。理由を聞かれても誰も答えられなかった。そこに道があったこと自体をはっきりと思い出せる者がいなかったんだ。それ以来、この神に願いをかけると必ず何かが減る、そう言われるようになった。物ではない、人でもない、形のあるものではなく、当たり前として存在していたものが静かに抜け落ちる。それが最初のたたりだった。この神に願った者は自分が何を失ったのかを理解できていない。それがこのたたりの最も厄介な点だとされている。願いが叶った直後、本人の生活はむしろ良くなった。仕事は順調に進み、金回りも安定し、人間関係も穏やかになる。周囲から見れば何の問題もない。だが少しずつ説明できない空白が増えていくんだ。家族写真を見て人数が合わないことに気づく。昔から知っているはずの隣人をいつから知っているのか思い出せない。祭りの手順がわからず誰も先頭に立てなくなる。それでも誰も異変だとは断定できない。なぜなら失われたものは記憶ごと消えているからだ。古老の話ではこの神は奪わないそうだ。引き算をするだけ、そう言うんだ。それは人の命ではない。人の代わりに人と人をつないでいた意味が削られる。だから村は少しずつ薄くなる。家は残り、道も残る。だがそれらがなぜそこにあるのかを語れるものが減っていくんだ。神は満足するまで何も語らず、ただ願いを聞き続ける。やがて村はこの神に願うこと自体を禁じるようになった。
祠には近づかず、祭りにも組み込まない。名前を呼ばず、存在を曖昧にすることで関わらないようにした。それでも神は消えなかった。誰も手を合わせなくなっても、そこに願いを抱えた人間が現れる限り、神は必ず答える。外から来た者はこの言い伝えを知らない。道に迷い、困り、藁にもすがる思いで祠に手を合わせる。その願いはほぼ例外なく叶ったそうだ。同時に村の中で一つ当たり前だったものが消えるんだ。古い石碑の意味、誰も使わなくなった言葉、理由だけが残っていた決まり事。それが消えても誰も騒がない。なぜなら消えたこと自体を思い出せないからだ。今この村では願いが叶うほど言葉が減っている。説明できない決まりが増え、理由のない空白が広がっている。それでも神は今日も願いを待っている。叶えることでしか均衡を保てない存在だからだ。だからこの土地では叶いすぎる願いほど一番危険だと教えられている。この土地では夜道を一人で歩くとき、声に出して数を数えてはいけないと教えられてきた。無意識に歩調を合わせるために数えてしまう人間は多かった。だがこの辺りではそれが禁忌とされている。理由を大人に聞いても返されるからだ。それしか言わない。昔から語られている話では、夜の道には数を欲しがる者がいるという。姿は見えない。足音もない。ただ人の数を聞き分ける。夜道で数を数えると、どこからともなく続きを引き取る声が混じる。最初は気のせいだと思う程度だ。自分の声が反響しただけだと誰もが納得しようとする。だが決定的な違いがある。帰ってくる数は必ず一つ先なんだ。3といえば4、7といえば8。自分の数え方よりわずかに正確でわずかに早い。それに気づいた者は数をやめる。足を止める。だがもう遅い。数を返された時点で数え合いが始まっているからだ。この町では昔、夜道で突然立ち尽くす人がいたという。何も見えない場所で何かと向かい合うように。翌朝、その人は戻ってきた。怪我もないし、意識もはっきりしていた。だが一つだけおかしな点があった。数が合わなくなっていた。指の本数ではない。年齢でもない。
持ち物でもない。自分がいくつまで数えられるか、それだけが本人にもわからなくなっていた。だから今でもこの土地では夜道で無言になる。足音だけで歩く。数を数え始めたら返事が来る前に必ず口を閉じろ。そう言い伝えられている。この土地で言われる返されるという言葉には単に声が返ってくる以上の意味があった。数を数えると相手は数そのものを受け取るんだという。昔の言い伝えではあれは声ではなく人が持っている数える力、それに反応する魔物とされている。人は幼い頃から数を覚え、順を覚え、世界を理解する。1、2、3と数えられることで物事の区切りを認識する。夜道で数を数える行為は無意識のうちに自分の世界の区切りを外へ晒す行為になる。それをあの魔物は聞き取るんだ。数を返された者は必ず次の段階に進む。返された数を無視して歩き続けると、今度は足音が合わなくなる。自分の歩数と地面を踏む感覚がずれ始める。一歩踏み出したつもりが半歩分しか進んでいない。逆に止まったはずなのに前に出ている。この段階で魔物はすでに横にいるとされる。姿は見えない。だが距離だけは正確だ。古い話では数を返された者が意地になって数え続けたことがあった。一つ返されるたびにさらに数を重ねた。自分の声で相手を上回ろうとした。翌朝その者は村に戻った。普通に話し、普通に歩き、見た目に異変はなかった。だが村人が異変に気づいたのは、その者が井戸の水を汲もうとしたその時だった。桶を3回下ろしたつもりで、実際には4回引き上げていた。だが本人は3回だとずっと言い張っていた。魔物は数を奪うのではない。数えた感覚をずらすんだ。それ以降そのものは何をするにも回数が合わなくなった。戸を閉めた回数、鍵を回した回数、息を整える回数。世界の区切りが本人だけ違ってしまったんだ。だからこの土地では声を返された者には近づかない。声をかけない。視線も合わせない。数が合わない者はいずれこちらの数まで狂わせると信じられているからだ。数が狂った者は最初は自分だけの違和感として抱え込む。周囲と話は合う。生活も成り立つ。ただ世界との噛み合いが
少しずつずれていく。時計を見ているのに時間が合わない。5分待ったはずが10分経っている。逆に長く感じた時間が実際には一瞬だったこともある。本人は感覚の問題だと思おうとする。だが夜道だけは違った。数を返された者は夜になると歩調を整えられなくなる。足音が自分のものではないように感じられ、無意識に数を数え直してしまう。1、2。そこで必ず続きを返される。返事は声ではないこともある。石を踏む音、枝が折れる音、水が跳ねる音。だが順番だけは必ず合っている。こちらが2まで数えれば、必ず3に相当する何かが返ってくる。古い言い伝えでは、あの魔物は数そのものを食うのではない。人が数を頼りに世界を測る。その癖を学ぶという。十分に学んだ後、魔物は入れ替える。その人が持っていた数の感覚を少しだけずらして返す。代わりに魔物は人の世界にピタリと合った数を手に入れる。だから数が狂った者はしばらくすると夜道で立ち止まるようになる。進んでいるのか止まっているのか自分でもわからなくなるからだ。昔数が狂ったまま年を取った者がいた。その者は最後まで村を離れなかった。理由は簡単だ。村の中にいる限り誰も夜道で数を数えなかったからだ。だがその者が亡くなった夜、村の外れで奇妙なことが起きた。夜道を歩いていた若者が無意識に数を口にしたという。1、2、3。すぐ横で4つ目の足音が鳴ったそうだ。この土地では今も夜道で数を数えない。理由は一つだ。数を返されるということは、もう一人同じ数を持つ者がすぐ横を歩いているということだからだ。この集落では子供に必ず教える決まりがある。山道に入ったら石の祠には近づくな。手を合わせるな。掃除もするな。理由を聞いても触れてはいけないものだからだ。それしか教えてもらえない。その祠は村外れの斜面にある。鳥居もなく社殿もない。石を積み上げただけの何を祀っているのかわからない造りだ。昔は祭り神だと思われていたらしい。だがいつの頃からか
誰もその名を口にしなくなった。言い伝えでは、あれは神ではない、神だったものだという。昔この土地は頻繁に災いに見舞われていた。作物は実らず、雨は降るべき時に降らず、道は崩れ、人がとどまれなかった。そこで人々は山にいる何かを神として祀った。恐れ、備え、願った。最初は確かに静まった。災いは止まり、村は続いた。だがその代わりに一つの決まりが生まれた。祠には触れるな。それだけは破ってはいけない掟として今も残っている。祠に触れてはいけない理由は昔の出来事として断片的に語り継がれている。村に災いが続いていた頃、人々は山の異変に気づいていた。夜になると山の斜面から石を引きずるような音が降りてくる。獣でも風でもない。重く一定の感覚を持った音だった。音は村の手前で止まる。それ以上近づくことはない。だが翌朝、畑の畝が崩れ、家畜が落ち着かなくなり、人の気配だけが削られていた。そこで村は山の中に居場所を作った。石を積み、境を示し、ここから先には来るな、そう伝えるための祠だった。祀ることで外へ出てこないようにする。それがこの祠の役割だった。だが祀られているものは感謝や敬意なんて求めていなかった。必要だったのは忘れられないこと、それだけだった。祠に供え物を置くと山は静まる。だが供え物を片付けるとまた音が戻る。そこで決まりが変わった。供えるのはやめる。掃除もしない。触れず関わらず、そこにあることだけを認める。触れたものは必ず同じ異変に見舞われた。家に戻ってから自分の居場所がわからなくなる。部屋に入ってもそこにいていいのか判断ができない。座る位置、寝る向き、すべてが定まらなくなる。祠は触れたものの立つ場所を持っていく。それがこの土地で恐れられている理由だった。だから今も祠は崩れたままにされている。整えればそれは招きになるからだ。祠に触れたものの行く末は村では決まっている。表向きには何も起きない。怪我もなく熱が出るわけでもない。ただ生活の歯車が噛み合わなくなる。仕事場で立つ位置がわからない。道を歩いていてもどこを歩くのが正しいのか判断ができない。
人の輪の中に入っても自分がそこにいていい理由が思い出せない。それは時間が経てば経つほど強くなる。最終的にはその者は村を出てしまう。誰に言われるわけでもなく、そこに居続けられなくなるからだ。村人は引き止めない。祠が場所を奪ったものをとどめておくことはできないと知っている。昔外から来た者が善意で祠を整えたことがある。倒れた石を積み直し、落ち葉を払い、供え物を置いた。その夜、山から石の音が降りてきた。今度は止まらなかった。村の入り口まで届き、朝には誰もその道に立てなくなっていた。それ以来祠は完全に放置されている。祀らない、壊さない、触れない。この土地では神を鎮めるよりも神だったものをそのままにしておく方がよほど安全だと教えられている。だから山道で崩れた石の祠を見かけても手を合わせてはいけない。それは祈りではなく、立つ場所を差し出す行為だからだ。